こんにちは、ミカです。お久しぶりですね。今回はずっとお話ししたかったテーマについてやっと動画にすることができたんです。実は今年の3月に日本語学校を卒業しました。自分にとっては大きな節目だったし、そこにたどり着くまで結構時間がかかったんですよね。今日はそのことについてゆっくりお話ししてみようと思います。で、最近ちょっと思ったんですけど、そういえば日本語学校のことってちゃんと話したことなかったなって。日本に住んでいる外国人なら通ったことある人も多いけど、日本人の皆さんにとってはあまり馴染みがないかもしれませんよね。働いてる先生たちはもちろん知ってると思うんですけど。で、日本語学校ってこういうところだよって説明しようと思ったんですけど、よく考えたらその前に私がどうやって日本に来たのか、どんな風に学校を探してどうやってビザを取ったのか、まずはそこからお話しするのが自然かなと思って。ご存知の方も多いと思いますが、2015年初めて日本を旅行で訪れました。その時からずっと思ってたんです。いつかここに住みたいなって。日本にいると不思議なくらい心が落ち着いて、なんだか安心できて、ここが私の場所かもしれないって自然に思えたんですよね。人との距離感とか社会のルールとか、そういうのもすごく合ってて、ちゃんとこの社会の一員として大事にしながら暮らしていけたら素敵だなって。それでロシアに帰ってからもずっとどうすれば日本に住めるんだろうっていろんなことを調べ始めました。働くためのビザが理想でしたが、大学卒業が条件で、私はロシアの専門学校卒だったので難しかったです。関連職種で10年以上の経験があれば可能性もありましたが、プログラマーとして経験が足りず現実的ではありませんでした。その後特定技能ビザも出ましたが、最長5年で永住権にはつながらず悩みました。結婚ビザもありますが、好きな人と結婚するべきだと思い選択肢にはしませんでした。で、いろいろ調べていく中で、日本語学校に入学すれば留学ビザを取れるという制度があることを知りました。でも現実はそんなに甘くなくて、当時の条件では口座に$15,000以上の残高が必要で、ロシアでその額を貯めるのって本当に大変でした。しかもルーブルの価値もどんどん下がっていくし、例えば頑張って$1,000分の金額をルーブルで貯めたと思ったら、しばらくしてそれが$500ぐらいの価値になっていたこともあって、当時はお金を貯めるスピードも非常に遅くて、そもそも本当に日本に行ける日が来るのか不安になることも多かったです。でも結果的にはもっと前向きな展開になりました。仕事を続けていく中で気づけば自然と必要な金額が貯まっていって、今だと思ってすぐに日本語学校を探し始めました。日本には本当にたくさんの日本語学校があって、正直ちょっと驚きました。場所によって学費も違って、年間がだいたい70万円から95万円ぐらいが相場です。有名で大きい学校ほどビザが取りやすいらしいです。信頼や実績が関係しています。私が選んだ学校の名前はここでは言えないのですが、全国的にもかなり大きな学校で、東京にはいくつかキャンパスがあって、大阪、京都、長野にも校舎があります。私が入学した時点で在籍していた学生数は7,000人以上だったそうです。ここなら安心かもと思ってこの学校に決めました。もちろん良いことばかりではなかったので、そのあたりはちょっと後でお話ししますね。最初に学校のホームページにあったメールアドレスに連絡したら、担当の人がすぐに返信してくれて、しかもロシア語で分かりやすく説明してくれました。そこから出願までの流れが始まったのですが、書類の提出は入学の約4ヶ月までの完了していなければならないのことです。私が連絡を取ったのは2月の終わり頃で、入学は6月だったのでギリギリ間に合いました。提出する書類もかなり多くて、大きなファイルが一つ埋まるくらい、銀行残高証明$15,000以上、パスポート、学歴、在職証明、納税履歴、多数の申請書など多くの書類が必要でした。書類を送ると学校が確認して入国管理局に申請してくれました。あとはただ
在留資格認定証明書というものが発行されるのを待つだけです。結果が出るまでにだいたい2ヶ月かかるんですが、その間は毎日ドキドキでした。本当にビザが取れるのかな、何か足りない書類があったらどうしようと不安がいっぱいでした。そしてついに学校の担当者さんから証明書が発行されましたというメールが届きました。ただしその証明書を送ってもらうためにはまず6ヶ月分の学費を支払う必要がありました。それからはビザの申請のための書類を準備することになります。申請は割とシンプルで、申請書と写真、在留資格認定証明書、パスポートを出すだけです。ちなみにあまり知られていないかもしれませんが、ロシアで日本のビザの発給は無料なんです。その一方で住む場所も決めなければなりませんでした。なぜかというと、申請書には日本での住所を記入する必要だったからです。学校の担当者がシェアハウスの契約をサポートしてくれました。私はリモートワークのため一人部屋のシェアハウスを月10万円で予約しましたが、少し高めでした。だからこそ日本に着いたらすぐに自分でアパートを探そうと心に決めていました。住まいの手配が済んだらいよいよビザの申請を提出。4日後にはパスポートを受け取れて、中にはビザがしっかり貼られていました。その瞬間本当に嬉しくて、ついに行けるんだと実感が湧いてきました。あとは出発に向けて準備を進めるだけです。そして家族とか友達と過ごす時間も大切にしていました。母は私の夢を応援してくれて、頑張ってねと送り出してくれましたが、父はあまり喜んでいなくて、正直言って私に言ってほしくない気持ちが伝わってきました。でも私はもう決めていました。そしてスーツケース2つと自転車を持って6月末に日本へ出発しました。日本に到着して授業が始まるまで1週間ありました。この1週間でね、シェアハウスに慣れたり、いろいろ手続きしたり、新しい生活の準備を進めるつもりだったんです。それについて別の動画で話そうと思ってます。で、いよいよ学校初日、オリエンテーションでは学校のルールとか出席率の大事さとかそういう話があって、ちなみに私中級1のクラスに入れられました。学校ではね、1学期が3ヶ月で1レベル上がる仕組みで、その後は中級2、中級3、上級1って続いていきます。オリエンテーションで出席率 80% 以上ないとビザの取り消しの可能性があると聞いて、私は真剣に通おうと思いました。でも後で実際は 60% くらいの学生もいて驚きました。でも私は頑張って通って最終的に出席率 90% くらいでした。正直もっと上を目指したかったけど、いろいろ大変な時期もあって、そこは仕方ないかなって。初日の授業でたくさんの教科書をもらいました。全部持ち歩くのは大変なので iPad を買ってデジタル化しました。授業の流れはだいたい決まってて、中級では1日6個の漢字、2つの文法ポイント、練習問題、読解、テキストの質問。上級に行くと漢字が1日8個になったり、結構ハードです。たまに新聞を作ったりプレゼンをしたりグループワークの課題もあったんですけど、正直言うと私グループワーク苦手なんですよね。私割と内向的で、しかも外国人同士のグループ作業って日本語の練習になるようでならないこともあって、あと毎週テストがあって、3ヶ月ごとに期末試験があって、クラスでスピーチをする機会も多かったです。スピーチが上手な人は学校のスピーチ大会に推薦されることもありました。私が通ってたキャンパスにはなんと2000人以上の学生がいました。1クラスはだいたい20人で、教室は結構狭かったです。年齢層は結構幅広くて、私の感覚だと18歳から40歳までかな。それとね、生徒の8割以上が中国からの留学生で、残りの2割がアメリカ、台湾、ヨーロッパ、メキシコ、ロシア、カナダ、
韓国とか本当に世界中から集まってました。全部は紹介しきれないんですけど、とにかく多国籍でした。そんな中で私は素敵な友達に出会うことができて、それがこの学校に通った中で一番の宝物になりました。学校ではアクティビティも結構あって、水族館や遊園地への遠足とか文化キャリアのエキスポとかもありました。遠足も出席扱いだから、休むと出席率に影響するよ。じゃあ次は私が感じた良いところとちょっと大変だったところを話しますね。まず良かったこと、素敵な友達ができたこと、他の文化について知れたし、温かい思い出もいっぱい作れました。日本語や日本の文化についての知識が増えたこと、そして何より日本語学校に通ったことでビザが取れて、大好きな日本に長く滞在できたこと。次は正直大変だったこと。授業の進むペースがすごく速くて、ついていくのが大変でした。1日8個の漢字とか進度が速いから、理解できてるかどうか関係なく進んじゃうんですよね。正直学校のカリキュラムは中国からの学生向けかなと思うことがありました。漢字の説明も一度だけでみんなすぐ覚えられる前提みたいで、だから私は自分のペースで漢字独学することにしました。あとは発音やアクセントの説明が少なかったのも残念ポイント。それからびっくりしたのが病欠の扱い。インフルとかコロナ以外では高血が出ないので、基本はどんな状態でも登校しなきゃいけない。実際私うつ状態の時も登校しないと出席率が下がるし、一度学校に通った時膝を怪我して血だらけで学校に着いても、学校の人ははい絆創膏とイブプロフェンをどうぞって終わりで、そのまま授業を受けることになって、ロシアだと医者の診断書があれば高血しても大丈夫なんですけど、日本だとそうじゃないんだなって文化の違いを感じました。これって普通なんですか？ぜひコメントで教えてくださいね。でもね、総合的に見るとこの経験は本当にかけがえのないものでした。日本語学校での2年間は私にとって日本での人生の大きな一部になりました。全部は語りきれなかったけど、なんとなく日本語学校のリアルが伝わったら嬉しいです。ここまで見てくれて本当にありがとうございます。よかったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。質問とか感想があったらぜひコメント欄で教えてください。それではまたね。